はい、今回は久しぶりにいただきましたリクエストにお答えして、過去の名人たちのどこがすごかったのかシリーズをやっていきたいと思います。まあね、名人を論評するのってかなり危険で、正直積極的に扱いたいトピックではないんですよ。というのも、僕は当時の時代背景知りませんし、音源のインプット量も自分より多い人たくさんいるんで、あくまでも自分の狭い知見の中で、話すしかないという釈明のもとやっていきましょう。第1回はですね、梅田宝月さんです。高橋竹山とか木田林昌栄の大師匠に、当たりますね。もうこの時点で文化的な功績計り知れないぞっていう感じなんですけど、技術面見ていきましょうか。青年1885年、没年が1952年なので20世紀初頭に活躍した方ですね。で、聞いた感じ、まずリズムやピッチが正確なんですよ。名人だから当たり前かって言われるとそうでもなくて、意外と名人もこの辺りノリで弾いてて正確でなかったりするんですけど、梅田宝月さんはちゃんと精密なんですよね。で、駒掛けかねじめか定かじゃないんですけど、駒に小指をつけてミュートする技法を生み出したっていう説を聞いたことがあります。で、アルバムを聴く限り9節しか弾いてないんで、シャッフルのリズムが多いんですよ。タンカ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 って弾くやつですね。タンタンカタンタンカタンみたいなリズムなんですけど、絶妙にシャッフルと、シャッフルっていうのはタンカタンカなんで、6つあるわけですね。音階じゃないね、音の数が。で、それと5拍子の間、音5個の間うろうろしててトリッキーなんですよ。なんかちょっと突っ込んだような感じなんですよね。意図してやっていたわけではないんでしょうけれども、これがすごく面白いリズムで、僕の場合はジョン・ガラ節の9節や5拍子と7拍子のを切り替えるっていうトリッキーな難しいやつなんですけど、シャッフルと5拍子が混在する9節は今は聞かないので、アイデアとしてはすごく面白いなって思いましたね。あとは歌付けのジョン・ガラの下の句で、っていうフレーズがあったんですよ。4303が16部で、でラランタタンラランタタンラランタタン、これも16分音符、ララ真ん中が8分音符かな。これかなり高度な早弾きしてて、シャッフルなんで音3つなんですけど、その中に4303っていう16分音符で無理やり音を4つ詰め込んでるんですよね。現代でもこういうシャッフルの9節で難しく弾くにしても、タラタラタントタントって2小節目の0404っていうのは3連符のまま弾く、16分音符じゃなくちょっと遅い3連符で弾くので、現代の尺度でもかなり高難易度のことをやってるなっていう感じですね。そうで、梅田宝月さんって指かなり短かったらしいんですよ。で、3の壺が当時低いんですよ。ほぼ2の場所を押さえてるんですよね。これは梅田宝月さんに限らず、木田林昌栄とか白川軍八郎もちょっと音を低めに抑えてるんですけど、180センチある僕でも2と4っていうとちょっときついんですよね。別に抑えられないことは全然ないんですけど、ずっと6と9のツボを弾いてるような感覚なので、かなり指を開くなっていう感覚なんですよ。なんで梅田宝月さんはよっぽどいいフォームで弾いてたのかなっていう推測をしてます。薬指ではなく小指使ってたっていう説も見たんですけど、正しいフォームでないと何指を使おうが開かないので、よっぽどいいフォームだったっていう風に思えるんですよね。現代でも左手を小屈した良くないフォームっていうのがあるんですけど、これだと2と4の幅って物理的に無理なので、実際に見たわけじゃないですけれども、梅田宝月さんの左手の方もおそらく小屈してない、まっすぐか
やや退屈気味に弾いてたのかなと思います。そうで、まあ以上なんですけど、梅田芳月さんのねアルバム参考音源が津軽種板祭りって言って、津軽屋諏訪子さんとコンビで弾いてる、他にも歌い手さんいたかな、まあ15曲ぐらい入ってるアルバムがあるので、そちら参照されるといいと思います。でそれから YouTube にもいくつか梅田芳月さんの演奏ありますので、そちらも、ご参照いただけると面白いかなと思います。ということで以上になります。それでは。